皆様こんにちは、セリナです。今回は1月9日発売、シャネルルージュヌアールコレクションより、ルージュヌアールコンフィダンス亡命サンシェルの限定色キュートをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私が、パーソナルカラーを教えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクテーマをしていきます。2026年の春コレクションはピンクをメインにしたブランドが多いですが、シャネルからもピンクカラーのコレクションが登場ということで、大人気ハイライト亡命サンシェルの限定色は実際に肌の上にのせた時の質感やカラーの仕上がりについてのご紹介はもちろん、人気の定番色スカルプティングと比較しながら違いをご紹介していきます。そして今回のコレクションの目玉でもあるアイシャドウ、チーク、ハイライト、マルチに使えるルージュヌアールコンフィダンスはパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューとアイシャドウとチークとして使った時の見え方、最後にパレット全色とスティックハイライトを組み合わせたメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを教えた2026年春コスメのご紹介も行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルルージュヌアールコレクション。シャネルのアイコニックな色ルージュヌアール。その様々な表情を表現する斬新な色が特別なケースをまとって限定コレクションとして登場。ご紹介するのはルージュヌアールコンフィダンス。マゼンタ、ピンクがきらめくシエナレッド、パールが輝くピンクホワイトのハイライター、そしてモーブピンクという4つのシェードが描き出すルージュヌアールの多様な表情。アイコニックなケースが初めてルージュヌアール色に染まって登場する特別限定品。亡命サンシェル限定色キュート。ケースにはルージュヌアールに染まったダブル C があしらわれています。濡れたような繊細なツヤをプラスするウォームハイライター。まずはシャネルの大人気ハイライト亡命サンシェルの限定色キュートからご紹介していきたいと思います。こちらはオイルたっぷりのかなりしっとりしたテクスチャーのハイライトなので、くるくると円を描くように指に取って目の下からこめかみまでの C ゾーンにトントンと優しくタップするようにのせていきます。かなり緩めでしっとりしたテクスチャーなので、直接肌の上にのせるとベースに塗っているファンデーションがよれやすいので、こういったタイプは指に取って軽い力でのせていくのがおすすめです。何度か重ねていくとこんな感じで濡れたようなツヤが乗ったのがわかりやすいと思います。はい、こちら側半分に塗ってみました。今回の限定色は見た目のイメージだと青みの強いラベンダーピンクに感じますが、肌の上にのせるとこんな感じで、ベースはクリアでほんのりピンクのニュアンスを感じるような微細なパールが乗る程度で、パールやラメの主張が強すぎずにしっとりしたオイルで濡れたようなツヤを演出してくれるようなカラーでした。引きで見ると光の反射で角度によって若干ピンクっぽいニュアンスは感じますが、かなり自然なので見た目の華やかなイメージとは対照的にかなり使いやすいハイライトなんじゃないかなと思います。パールやラメは強すぎないので近くで見ても毛穴が悪目立ちすることなくかなり使いやすいです。肌に濡れたようなツヤをプラスしたい方やたっぷりのオイル感で肌を保湿しながらハイライト効果を出したいという方に特におすすめです。かなりしっとりしているので、どうしてもマスクの摩擦などには弱めなので、マスクなしで過ごすときや保湿重視の方におすすめです。反対側に同じ質感のスティックタイプのハイライト、亡命サンシェルの既存の人気色、スカルプティングを塗って比較してみるとこんな感じの違いです。スカルプティングは肌の色に近いほんのりホワイト寄りのベージュのベースに微細なパールが艶めくタイプですが、このとても肌なじみのいいナチュラルなカラーのスカルプティングと比較をしても、今回の限定色キュートの自然さがわかりやすいと思います。比較をするとやはりキュートの方が若干ピンクニュアンスは感じますが、それでもカラーが濃すぎなくてとても使いやすいです。近くで見るとこんな感じです。
中に入っているパールの量やパールの大きさなども近いので、この2つはかなり近いイメージが楽しめるんじゃないかなと思います。今回の限定色はどんなシーンやメイクにも使いやすい万能カラーだなと思います。では、ここからは今回のコレクションで登場する限定のマルチパレットをご紹介していきます。ルージュヌアールコンフィダンス。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るく澄んだマゼンタピンクにシルバー系の超微細ラメがきらめきます。青み、明るさ、澄んだ色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クリアウィンターにおすすめ。右上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ほんのりピンクを帯びたホワイトのベースに、ピンクやライラックの微細パールがたっぷりきらめく変更カラー。青みが得意な方、ブルーベース全般のハイライトカラーにおすすめ。左下はイエベ秋におすすめ。黄みの強い落ち着いたレッドにピンク系のラメがきらめきます。黄み、鮮やかさ、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータムにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ明るい青みピンクにシルバーの微細ラメが散りばめられています。青み、くすみ、明るさが得意な方、ブルベ夏全般におすすめ。こちらのパレットはアイシャドウにはもちろんですが、チークやハイライトとしても使えるとのことだったので、今回は1色ずつを目元とチークに塗ってみて、どんな感じに仕上がるのか見ていきたいと思います。まずは左目のカラーです。こちらは目元にもチークにも使えるというだけあって、しっとりしていますが重すぎなくて、伸びのいい粉質です。発色はいいですが、指塗りでもスルスル伸び広がってくれるので、カラー調整がしやすい粉質だなと思います。チークブラシに戻って、広めの範囲にチークとしても塗っていきます。チークとしてはかなり発色が強めの方ですが、やはり粉質は軽いので簡単に綺麗なグラデーションが作れます。アイシャドウとしてもチークとしてもかなり扱いやすい粉質だなと思います。1色目暖色塗りだとこんな感じです。まずアイシャドウに使うと、パレット見たままの濁りのない明るい青みピンクがそのまま発色してくれますが、指でしっかり塗り重ねてもムラになることなく、綺麗に馴染んでいってくれます。高発色なのに肌なじみもいいところがすごく優秀だなと思いました。肌の上にのせるとシルバーの微細ラメはかなり馴染んで、軽やかなマット質感のように発色します。反対にチークとして使うとこんな感じで、軽やかなマットのベースにシルバーの微細ラメで程よいツヤが出ているのがわかりやすいと思います。ブラシなどを使って磨くようにのせると微細なラメのツヤめきも楽しめそうです。続いて右上のカラーです。こちらは肌の上にのせるとピンクがよりしっかり見える変更タイプですね。粉質は1色目と同様、さらりとしていて軽やかです。チークブラシに戻って、こちらはベースのカラーが淡いので、チークではなくハイライトとして使ってみたいと思います。角度によってホワイトからピンクに光る絶妙なツヤを楽しめます。2色目暖色塗りだとこんな感じです。まずアイシャドウに使うとホワイトからピンクに光る変更感がよりわかりやすいなと思いました。自然なツヤを感じますが、粉質がさらりとしている効果で春らしい軽やかなツヤめきを楽しめて使いやすいんじゃないかなと思います。そしてハイライトに使うとこんな感じで、光の反射でつるんとした滑らかな立体ツヤを楽しめます。やはりパールやラメが大きすぎないのと、粉質が軽くてさらりとしている効果で、派手すぎずにどんなシーンにも使いやすいようなナチュラルな立体感を与えてくれます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはカラー自体がかなり深みがあるので、一塗りでもしっかり発色を楽しめますが、やはり粉質的には軽いので、グラデーションも作りやすいです。チークブラシに戻って、こちらは発色がいいタイプなので、チーク使いしていきます。チーク使いするとよりレッドのニュアンスがしっかり楽しめます。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。こ
ちらはまぶたの上にのせるとより黄身のニュアンスをしっかり楽しめるような感じがします。黄身寄りの深く落ち着いたレッドカラーなので、ブラウンの延長のような感覚でも使えそうです。このカラーものすごく可愛いなと思います。そしてチーク使いをするとこんな感じで、広範囲に塗ることでレッドの血色感を存分に楽しめます。トレンドのピンクを取り入れたいけれど甘くなりすぎるのは苦手という方や、大人っぽいイメージのままカラーメイクを楽しみたいという方にものすごくいい色味だなと思います。最後、右下のカラーです。こちらは比較的淡めでくすみも効いているので、馴染みやすく自然に取り入れやすいピンクに発色します。チークブラシにも取って、こちらもチークとして塗っていきます。チーク使いをしてもやはり比較的淡めなので調整しやすいですね。4色目暖色塗りだとこんな感じです。このパレットの中では比較的淡めなのと、暗く沈みすぎない程度にくすみも効いているので、ピンクカラー初挑戦という方にもすごく取り入れやすいんじゃないかなと思います。透明感はしっかり演出してくれるけれど浮かないところが絶妙です。他のカラーよりも中に入っているラメ感が際立って、きちんとシルバーの透明感あふれるラメをまぶたの上でも楽しめました。そしてチーク使いをするとこんな感じで、やはり中に入っているシルバーラメがしっかり艶めくので、ハイライトなしでも頬の高い位置につるんとしたツヤを楽しめます。反対に塗っている3色目のレッドと比較をすると、このカラーのツヤ感の違いがわかりやすいと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、ルージュヌワールコンフィダンス、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。この大人っぽい主張しすぎないけれどしっかり華やかに仕上がるレッドがものすごく可愛いなと思ったので、今回はメインに使っていきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。明るいカラーですが鮮やかなので、目尻にのせると程よいコントラストを作ってくれます。続いて右下のカラーをアディクションのブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたには明るさを出しておきます。このアイシャドウはブラシ塗りをするとより発色を柔らかく調整することができますね。自然に取り入れたい方はブラシ塗りもおすすめです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ベースに深みがあるカラーをのせておくと、こちらの変更感がよりわかりやすいです。幻想的なイメージに仕上がって可愛いです。続いて左下のカラーをチークブラシに取って、黒目の中心からこめかみに向かって広範囲にのせていきます。まずはベースにこの血色カラーを仕込んでいきます。続いて右下のカラーをチークブラシに取って、先ほどチークをのせた上に重ねていきます。大人っぽい落ち着いた血色レッドの上に、ほんのりくすんだ透明感ピンクを重ねて、明るさとピンクのイメージをプラスしていきます。最後に右上のカラーをチークブラシに取って、目の下からこめかみに向かって C ゾーンにハイライトとしてのせていきます。さらにハイライトでつるんとしたツヤと立体感をプラスしていきます。最後に透明サンシルのキュートを使って目頭の横と鼻筋にのせていきます。顔の中心でピンポイントに濡れツヤカラーを仕込んでいきます。ルージュヌワールコンフィダンスパレット全色を使ったメイクが完成しました。今回は大人っぽさとトレンド感を同時に楽しめるレッドをベースに目尻側に鮮やかな青みピンク、黒目の中心に青みのハイライトカラー、そして下まぶたにブラシでほんのりくすみの青みピンクを入れて、大人っぽさと可愛らしさを両立させたようなメイクに仕上げてみました。全体的に発色はいいですが、粉質がさらりとしていて軽いので、重ねていっても綺麗にグラデーションになってくれて、黄身のレッドも青みのピンクも綺麗に混ざり合ってくれます。さすがシャネルらしい上品な粉質だなと思いました。そしてチークも2色を組み合わせて、さらにチークの境目にかかるようにハイライトものせています。チーク使いをしても肌なじみ抜群の粉質なので、ムラになることなく立体的な血色感を演出してくれました。
ベースにレッドを使って血色をしっかりアップさせておくことで、上から重ねたピンクカラーも浮かずに取り入れやすくなります。そしてスティックタイプのハイライト、ボームエサンシェルの限定カラーは部分的に使ってみました。こちらはハイライトとしてはもちろんですが、アイメイクやリップにも使えるマルチアイテムです。ただ、パウダータイプのアイシャドウのグラデーションの上に重ねてしまうと、オイル感が強くアイシャドウがよれやすくなってしまうので、アイシャドウを塗っていない目頭の横の部分にピンポイントでのせることで、濡れたようなツヤの自然な立体感は楽しめつつ、パウダーアイシャドウにも影響しにくいように組み合わせてみました。火で見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで1月9日より発売中のシャネルルージュヌアールコレクションをご紹介していきました。ルージュヌアールコンフィダンスは鮮やかではっきりしたカラーは楽しめますが、軽くてさらりとしたこの質で、単色ではもちろん飾れても使いやすかったり、マルチに活躍してくれるところがすごくいいなと思います。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定ですので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。